皆さんこんにちは、みさとです。ここは大和路線の郡山駅です。奈良駅の大阪寄りの隣の駅になります。この駅がある奈良県大和郡山市は今年2026年の大河ドラマの豊臣兄弟のゆかりの町となっています。撮影したのは2025年の年末。放送開始前ですでに準備万端です。今日は郡山駅から郡山駅まで歩いて乗り換えてみます。郡山駅から郡山駅まで歩いて Google マップで検索してみますと、徒歩で148時間、楽勝ですね。すみません、間違えました。茶番でしたね。大和路線の郡山駅から近鉄橿原線の近鉄郡山駅まで徒歩で13分と出ています。 JR の郡山駅前に地図がありました。南側の踏切があるところで右折してまっすぐ歩けば近鉄の郡山駅に行きつけそうです。ということで近鉄郡山駅に向けて歩きます。先ほどの地図で見たこの踏切があるところで横断歩道を渡ればいいですね。歩行者は右ですけど道幅があまり広くなく路側帯があるので左側を歩きます。 Google マップで案内してもらうほどではありませんが一応開いています。でも歩きながら画面を見ていませんのでご安心を。車が時折通るので注意して歩きます。歩き出して4分ほどで郡山城里堀跡という石碑がありました。地図を見ると確かにお城のお堀っぽいものが確認できます。さらに歩くと手前に薬王寺、その隣に神社がありました。こちらは薬王八幡神社。昔の神仏集合の習わしでお寺と神社が共存していたそうで、隣同士で名前も近いので神仏集合を今に伝えているかのように見えました。また歩いて行きます。先ほどまで歩く人は見かけなかったのですが、急に向こうから歩く人が見え出しました。おそらく近鉄郡山駅で降りたお客さんが JR の郡山駅へ向かっているのではないでしょうか。立派な構えの円融寺、先ほどの薬王寺、薬王八幡神社といい、豊臣秀長の城下町形成を思わせるような佇まいがあります。県道108号大和郡山郡陵線を渡ります。県道を渡り終えると日本三大お稲荷さん、義経ゆかりの天九郎稲荷神社とあります。先ほど JR 郡山駅前の地図にも出ていました。源義経が兄の頼朝と戦った際にこの稲荷に何度も助けられたことから稲荷に天九郎の名を贈ったという伝説があるそうです。寄り道したい気分になりましたが、今回は乗り換え動画なので先に進みます。歩いていてやはり古い佇まいの家やお寺が散見されます。城下町の大和郡山を少し感じながら歩いているようです。先ほども言いましたが、時折歩いて来られる方もおられるので、そこそこ乗り換え需要はあるのでしょうね。学生さんが見受けられるのは、この近くの郡山高校の学生さんでしょうか。ちなみにこの道は自動車のみ一方通行で、向こうからだけ車が来ます。遠くに踏切らしきものが見えてきました。あの辺りが駅なのでしょう。歩き出して9分は過ぎています。柳町商店街の名前が書かれたアーチもはっきり見えてきました。駅前商店街という雰囲気ですね。
ここからあとは撮影データが飛んだので一部年明けに撮り直しています。近鉄の踏切の音が聞こえてきました。ということで近鉄郡山駅に到着しました。大河ドラマにあやかった装飾がされていますね。 JR 郡山駅を出発したのが13時56分で着いた時刻が14時11分。途中撮影で立ち止まったりしていますからだいたい13分というところです。駅の北西方向が郡山城です。こちらの方です。天守は残っていなく現存しているのは石垣のみ。復元された櫓と門はあるそうです。駅前には秀長さんゆかりの町ののりが多数出ていました。大河ドラマで地域活性化に気合が入っています大和郡山市。近鉄郡山駅の改札を入場。この駅は大和郡山市の代表駅ですが構内踏切の残る駅です。駅の場所を北側に移して橋上駅舎にする準備が進められています。工事が始まるのはもう少し先みたいですね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。